2024年1月26日公開がかなり近づいてきた劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダム。情報が少しずつ出てくる中、ライジングフリーダムは前座で、キラはストライクフリーダムの回収機や新型に乗るのではないかと、新型機が出ると感じさせる情報がいろいろ存在するものの、新型機が本当に出るのかどうかは考察の域に過ぎませんでした。しかしついに公式からキラの新機体について新たな情報が出てきました。そこで今回はキラが登場する新機体に加えて、あと何機の新型機が出るのかを考察していきたいと思います。なお、本動画は PV や各所での展示物などの内容を含むため、ネタバレが苦手な方はここで動画を閉じていただくようお願いいたします。まずキラの新機体についてです。これは1月26日から発売される一番くじの内容で明かされました。A 賞は劇場版衣装のラクスのフィギュアということで、シードデスティニーの後半で着ていた服装に似ていますね。B 賞以下もスタンドやクリアファイルなどがあるのですが、その中で D 賞にキラヤマト&メカへ書き下ろしビジュアルスタンド歌唱というものが公開されました。内容は新規書き下ろしのイラストで、キラの決意が感じられるイラストとされています。もしこのメカエがライジングフリーダムなのであれば、わざわざメカエという歌唱は使われないはずなので、新型機と見て間違いないでしょう。またこのイラストはキラの決意が感じられるとされていますが、 PV ではコンパス部隊の隊長として戦争のない世界を作るために奮闘するも、シンからいつまでこんなこと続けるんすかと言われていたり、殻に閉じこもってしまうような描写があったり、やめろキラとムーやマリュウに言われていたり、赤目になりやすっているような描写があるなど、キラが悩んでいる様子が描かれていました。さらに機動戦士ガンダムシードフェスティバルコネクトあの時代を超えてという舞台イベントでは、劇場版のキラは主役だが活躍するかは別とも言及されています。つまりライジングフリーダムに乗っているキラは自分の行為が正しいのか悩み、闇に落ちていき、終盤で新たな決意を固めて新型機に乗るということだと思われます。ではこの新型機、ストライクフリーダムの回収機なのか、それともライジングフリーダムのような完全新規の機体なのか、どちらになるのでしょうか。個人的にはシードデスティニーではストライクフリーダムは無傷で終戦を迎えたので、一から新規で開発されるというよりはストライクフリーダムの回収機になるのではないかと思うのですが、皆様はどう思われますでしょうか。さて、キラが何かの決意を固めて新型機に乗ることは判明しましたが、では新型機は一体あと何機出てくるのかについて、現在判明している情報から考察していきたいと思います。以前ライジングフリーダムを含めた劇場版の新機体が公開された際、福田監督の X ではモビルスーツが発表になりましたね。今回は正式採用の機体ですねというお話がありました。つまり正式採用の機体以外にもまだ新機体が存在するとわかります。これに対し各パイロットの期待から考えると、キラの新ストライクフリーダム、アスランの新インフィニットジャスティス、シンの新型機、暁、これら4機がまず候補に上がります。先日の動画ではシンが意外と暁に乗るのではというご意見も多く、確かに家族と過ごしたオーブを守るという意味で今回はムーではなくシンが乗るのも面白そうと思うのですが、そうするとムーが村雨がやられた後どの機体に乗るのか気になるところでもあります。またシードデスティニーでドムトルーパーに乗っていたヒルダ、マーズ、ヘルベルトですが、今のところこの3人は PV に全く出てきていません。シードデスティニー時代の3人のヘルメットには黒い3連星をオマージュした角がついていて、ドムトルーパーでジェットストリームアタックを行っていましたが、今回はヘルメットにマッドアングラー隊のオマージュと思われる2つの目がデザインされています。これを考慮すると今回はドムトルーパーではなくズゴック系のデザインの機体が出る可能性があるのではないかと思います。ただ PV の中ではイモータルジャスティスに随伴するギャンシュトロームが2機映っているシーンがありました。ルナマリアがゲルヌグメナース、アグネスがギャンシュトロームに登場するとして、もう1機のギャンシュトロームのパイロットが分かりません。公式説明ではギャンシュトロームはザフトが開発したコンパス専用機でグフイグナイテッドの後継機とされているので、ヘルメットの意味を深読みしなければイモータルジャスティスとともに映る2機は
アグネスのほか、ヒルダ、マーズ、ヘルベルトの誰かが登場している可能性もありそうです。また、スラッシュザクファントムが装備していたビームアックスを持っているので、イザークの機体のようにも見えますが、コンパス専用機なのであれば、イザークとディアッカは、ギャン以外の機体に乗るとも考えられそうです。ここまで挙げた機体をまとめると、残る新機体候補は、キラ、アスラン、シン、ムーの後半登場機、ドム3人組の登場機、イザークやディアッカの登場機、他に、適正力の後半登場機、これらで合計7か8機という感じでしょうか。この機体数に関して、カードゲーム、バトルスピリッツの2月3日発売予定のシードフリーダムコラボブースターでヒントになりそうな情報があります。今回発売されるのは全45枚。ここに、再録カードが20種含まれているとのこと。つまり、新規で、シードフリーダムのカードとして収録されるのは25枚です。カードには、モビルスーツだけではなく、人物、戦艦、特定の新演出、といったものを含んでいるのですが、以前発売された魔女の覚醒の場合だと、全68枚中、モビルスーツが42枚、人物が21枚、戦艦が4隻、新演出が1枚でした。この割合を参考に計算してみると、新規25枚のうち、人物が、キラ、アスラン、シン、ルナマリア、アグネス、ムー、ラクス、カガリ、アウラ、オルフェなど約10人の中から7人ほど。戦艦は、アークエンジェルとミレニアムの2枚、または1枚。演出系は、キラの決意で1枚ほど。そうすると、25枚のうち、人物で7枚、戦艦で2枚、判明しているコンパスで1枚、演出系で1枚、モビルスーツが14枚になります。実際は少し違うと思いますが、過去のコラボカードに含まれている割合から計算してみました。仮に、このように、モビルスーツが約14枚として見てみると、あと何機が残っているかが見えてきます。まず判明している機体から、ライジングフリーダム、イモータルジャスティス、インパルススペック2、ゲルグヌメナース、ギャンシュトローム、ブラックナイトスコードルドラ、ブラックナイトスコードシバ。さすがに、ルドラ4機のカラーバリエーションが全部別々になっているとは思いにくいので、仮にルドラは1枚とします。そうすると、これで全7枚なので、14枚中残り7枚です。ここに、新ストライクフリーダム、新インフィニットジャスティス、新暁の3機を加えると残り4枚。新ストライクフリーダムと新インフィニットジャスティスには、フリーダムが機体のみと、フルバースト仕様といった別のカードがあったように、新型機にも特殊仕様のカードがあると見ると残り2枚。あとは、新型デスティニーとラスボスのガンダムとかでしょうか。あれ？イザーク、リアッカ機や、ドム3人衆の機体の枠がなくなってしまいました。なお、ライジングフリーダムの別バージョンもあると考えると、なおさら、残り種類の枠が減ってしまいます。このように、カードの種類から考えると、意外とまだ隠されている新機体の枠が少ないのではないか。ということが見えてきます。カードの内訳で、人物カードが減って、その分機体カードが増えれば、機体が増える余地はまだあると思われますが、それでも、ドム3人組の新機体の枠があるのか怪しいこと、イザークとディアッカが、新機体ではなくて、ギャンシュトロームや過去作の機体に乗る可能性もありそうということ、適正力に、ブラックナイト以外の機体が存在するのかが怪しいことが見えてきました。というか、デスティニー枠の機体が本当にあるのか、個人的には若干不安です。発表されたムービーウォーカームックの表紙では、運命に抗う意志と書かれてあるので、シンがデスティニーの名前を冠した機体には乗らなさそうな感じもするので、意外とシンはデスティニーではなく、ムーが村雨で爆散して、最終戦はお休みになり、シンが暁でオーブを守って戦う展開もあるのかもしれません。ということで、キラの新型機が判明したこと、まだ隠されている新型機はあと5、6機ほどと思われるという話でした。ここまで情報が出てくると、キラやアスランが、ストライクフリーダムとインフィニットジャスティスの新型に乗ることはわかりますが、シンが好きな私としては、一体何に乗ってどのように戦っていくのかが気になったりします。ぜひ皆様が気になることや楽しみにしていることもコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。